ここが好きだよ日本人へようこそ。昔の日本では戦争を体験した人がたくさんおり、その時の話を聞く機会もありました。学校で身近な人から戦争体験を聞こうという宿題が出された。そんな思い出がある人も多いと思います。しかし最近は戦争体験者の高齢化が進み、体験談を聞ける機会は少なくなっています。台湾は第二次世界大戦中に日本占領期があったことから、日本に悪い印象を抱いている人もいます。しかし実際は戦争とは別に、現地では日本人と台湾人の人間的な交流がありました。戦後もその信仰が長く続くことも少なくなかったのです。それは一体どのようなことなのでしょうか。リーホー、こんにちは。私の名前はジュンホン。台湾の台北生まれの65歳。大学卒業後、現地の食品メーカーに40年以上勤め、60歳で定年退職したよ。今は孫の相手をしながらのんびりと毎日を過ごしている。私が勤めていた会社は加工食品を製造していて、もともとは国内向けだったけど、今では日本にも輸出している。台湾製のインスタントラーメンを見かけたら、もしかすると私の会社のものかもしれない。気になったらぜひ手に取ってもらえると嬉しいよ。というのは、日本の販路を拡大することが私のミッションだったからね。最初のうちは通訳をつけて商談をしていたけど、ある時から一年発起、日本語を猛勉強。だから今は自分で言うのもなんだけど、そこそこの日本語を話せるよ。さっき当初は通訳頼みだったって話をしたけど、どうしてだと思う？戦時中の台湾では日本語教育が行われていたから、日本語が上手な人が多いんだ。日本語を学ぶ場所はいくらでもあったけど、私はどうしても抵抗があった。というのは、私のような戦後生まれの台湾人は徹底した反日教育を受けているからね。どうしても日本語を勉強すると日本の支配下に置かれること、そんな気がしてしまったんだ。あれ、台湾は親日というイメージがあったけど、そういう声も聞こえてきそうだね。戦中は日本の占領下にあって、最終的に日本は敗戦しただろ。だから台湾でも戦後しばらくは日本の痕跡を徹底的に払拭するため、反日教育が行われていたんだ。学校の先生がこうだと言ったら、そうなんだって信じてしまう。だから私も小さい頃は日本が大嫌いだったんだ。反日真っ盛りの10代を過ごした私だけど、そんな見方を考え直すきっかけがあったんだ。それが1972年9月に出された日中国交正常化という声明だよ。この時私はちょうど15歳くらいだったかな。日本と中国は犬猿の中で正式な国交がなかっただろう。台湾については別の政党の支配下にあったから、日本とは国交があったんだ。でも政治情勢がややこしい状態で、私たちのような一般人が自由に行き来できる、そんな自由はなかった。15歳の私は日本と国交が復活するなんてなんだか怖いななんて思っていた。私にとって日本は台湾に押し寄せてきた怖い国ってイメージがあったからね。そのような時、ある人から私にびっくりするようなお誘いがあったんだ。誘い主は私のお母さんのお兄さん。
つまりはおじにあたる人だ。おじさんは戦争体験者。日本語教育も受けているから日本語がペラペラだ。挨拶がてらおじさんの家に遊びに行ったらこう言われたんだ。私には恩人の先生がいてね、その先生と奥さんを台湾に招待するんだ。それでパーティーの準備を手伝ってくれないかってね。思いがけなさすぎて私はびっくりしたよ。中学時代の同級生でお金を出し合ってその先生とやらを台湾に招待するようなんだ。飛行機代だって今とは比較にならないほどバカ高い時代。正直どうしてそんなことのためにお金を支払うんだって思ったよ。私の心を見透かしたのか、おじさんはこうも言った。お前は日本人と会ったことがないだろう。日中の国交が正常化したんだ。せっかくなんだから会ってみろよ。日本はどれだけ悪い国なのか、学校で散々聞かされていたから気乗りしなかった。でも心のどこかで日本がどんな国なのか気になる自分もいたんだ。そういうこともあってもやもやしながらもパーティーのお手伝いをすることにした。助っ人になったことで鮫島先生のことも徐々に分かってきたよ。今回日本から招待するのは鹿児島出身で今は埼玉に住んでいる美術教師の鮫島先生とその奥さんということだ。おじさんは鮫島先生に恩があってずっと会いたいと思っていたとのこと。日中の国交が正常化したから同窓会を開催しようとなったそうだ。何の恩人なのという疑問があったけどこの時は聞けなかった。学校で習ったこととは違う世界がありそうでちょっと怖くなってしまったんだ。そして1年後、鮫島先生と奥さんが台湾へ来る日がやってきた。おじさんたちと一緒にようこそ台湾へという手作りの垂れ幕を用意。みんなで台北の空港に出迎えに行ったよ。30分ほど待っていたら初老の夫婦が出てきた。あ、鮫島先生だ。鮫島夫妻は飛行機初体験ということもあってどこか緊張した面持ち。でも教え子たちの顔を見て表情が和らいだのが分かったよ。当時の私にとって日本人といえば軍人。イメージのギャップで拍子抜けしてしまったのを覚えている。ふと隣にいるおじさんを見上げるとなんと涙を流しているんだ。それだけじゃない。おじさんの同級生もみんな。気がついたらみんなが鮫島先生を囲んで涙を流している。そして鮫島先生も。日本人は占領者。どうして再会に涙するのか私はパニックになってしまったよ。次の日、ホテルの会場で同窓会が開催された。この時の私のミッションは受付。同窓会の参加者を出迎えて参加者名簿にチェックしたよ。空港の出迎えは10名程度だったけど当日は40名ほど集まった。こんなに集まるんだ。みんな鮫島先生にお世話になったという人たちばかり。鮫島先生と奥さんの周りにはたくさんの人だかりだ。みんな日本語で話しているから内容はさっぱり理解できなかったけど思い出話に花を咲かせていることだけは分かったよ。みんな笑顔。戦争中のことなのにどうして。その時おじさんの同級生の一人のチーミンさんが僕のところにやってきた。君がおいっ子さんだね。そうです。
不思議そうな顔をしているね。僕が腑に落ちない顔をしているのに気がついて声をかけてきたそうだ。戦争中は敵と味方ですよね。どうしてあんなに懐かしがっているのかなって。私の言葉を聞くとシーミンさんはおじさんに関わるあるエピソードを教えてくれた。戦時中、おじさんは日本の軍人にあらぬ疑いをかけられ捕まりそうになってしまった。その時、藁にもすがる思いで駆け込んだのが鮫島先生の家。事情を知った鮫島先生はおじさんを押し入れに押し込んだ。その直後、軍人がやってきて家宅捜索だ。その時鮫島先生は玄関先でこう言い放った。これより先に入るなら私を殺してからにしろ。鮫島先生の迫力に圧倒された軍人は退散。おじさんは難を逃れたそうだ。戦時中の日本人にとって台湾人は下の存在のはず。それなのにどうして自分の命を盾におじさんを守ったんだろう。この話を聞いて当時の私は余計に何が何だかわからなくなった。それから高校、そして大学を卒業した私は台湾の食品メーカーに就職した。国内スーパーの営業を担当していたから日本とは無縁の生活を送っていたよ。ところが数年後、転機が訪れるんだ。本社が日本との取引を本格化させる方針を固めて、その部署のメンバーに私が抜擢されたんだ。もちろん日本語は全くダメ。日本に出張するものの商談は通訳に頼りきり。やっぱり支配されていた国の言葉を勉強するのはな。そんな時、1年間日本で腰を据えて営業活動をするように本社から辞令が下ったんだ。言葉が全くわからない異国の地。30代前の僕は不安で仕方がなかった。その予感は的中。日本に来て1ヶ月経っても契約はゼロ。言葉は通じないし、契約は決まらないし、本社からはガミガミ。僕はホームシックも重なってノイローゼになってしまったんだ。私ができる仕事はもうない。責任を取って退職しよう。そう決心したある日、電話が鳴ったんだ。電話をかけてきたのは鮫島先生と通訳の台湾人。台湾人は鮫島先生の教え子で、戦後に日本へ移住したという男性だった。実はおじさんが私の窮状を知って鮫島先生に助けを頼んだそうだ。私の滞在先から鮫島先生の家までは電車で30分ほど。思いがけずご近所であることが分かったんだ。それで鮫島先生は週末にみんなでご飯を食べようって誘ってくれた。精神的に追い詰められていた僕はどうにでもなれって言葉もわからないのに鮫島先生の家に行ったんだ。鮫島先生の家に集まっていたのは先生の息子さん、娘さん、お孫さんも何人かいた。みんな台湾人のことをどう思っているんだろう。私のためにたくさんの手料理が振る舞われた。奥さんが台湾で覚えたという台湾風の料理もあったよ。久しぶりのお酒、体に染み渡る。本当に美味しくてホームシックが一気に吹き飛んでしまった。そして縁も竹縄、鮫島先生がこんな話をしたんだ。台湾時代はたくさんの台湾人に助けられて今でも感謝していること。引き上げ戦で栄養失調で死にかけた赤ん坊が台湾人医師に助けられたこと。
日本で暮らしていてもずっと台湾を恋しく思っていること、いろいろな話をしてくれた。栄養失調で死にかけたという赤ん坊はこの時は立派なお母さんになっていて、台湾人に命を助けてもらったって私の手を取って涙を流していたよ。日本人は台湾人を見下している、嫌っている、そう思っていた。でも私がそこで聞いたのは感謝の言葉ばかり。その時私は反日教育って何だろうって初めて疑問に思ったんだ。別れ際、鮫島先生が私にこう言った。私はズボン姿の女性が嫌いでね、妻にも娘にも絶対に履かせない。つまりズボンを見るともんぺを思い出して胸が苦しくなるそうだ。鮫島先生は戦争が大嫌い。でも台湾人は大好き。この時私は気がついたんだ。私が憎むのは戦争であって今を生きる日本人じゃないんだって。それから私は日本語を猛勉強。覚えた日本語の数だけ契約が取れるようになっていった。気がついたら本社から通達されていた目標件数をクリア。1年後、自信を持って台湾に帰ることができた。ありがとう、鮫島先生。それからジュンホンさんは本格的に日本語の勉強を続け、通訳なしでも商談ができるほど上達しました。退職した後は日本語教師として台湾人に日本語を教えているそうです。おじさん、鮫島先生の奥さんは亡くなりましたが、先生の息子さんや娘さんとは交流が続いているそうです。戦争はそこに暮らす人々のみならず、国の関係にも大きな傷跡を残します。しかし戦争中は敵の関係であっても、人々の間にはそれとは違う絆があることもあります。戦争体験談はそんな大切なことを気づかせてくれる貴重な証言でもあるんですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。